ですね。あの石井東吾先生も驚いた鎮那術。でも技が効かない人もいるんですって。見てください、この肩甲骨の動き。でも宮平先生だと相手の手首を痛めようという鎮那だと限界があるかもしれません。なぜ誰にでも必ずかかるのか。人の体って面白いですよね。宮平保鎮那の秘密。道場の方にも多く寄せられる質問がありまして、それはいわゆるリストロックですね、手首鎮那、こういったことって実際の、実践で使えるのかというお話はよく聞いたりします。ただその実践で使えるかという、この実践という単語はどういうものを指している実践なのかはちょっと分かりませんが、手首を取られた鎮那の基本ですけど、私個人の考えで言いましても、一生に一度も多分手首を取られてこれをこうやる機会っていうのはないだろうなと僕は思ってるんですね。おそらくそういうふうに掴まれて待ってましたとばかりこれをかけるっていうのは僕はないとは思っております。ただこの手首鎮那から始めるっていうのは鎮那練習の非常に大事な一歩といいますか、それを通じて人体のこの骨格構造はどうなっているということを解剖学の本を読んで情報として勉強するのではなく、体の感覚として人の関節、体、神経というのはどうなっているかということを稽古する、まず最初のスタートが手首を掴んだりということになりますね。なるほど。で徐々に変化していって、次元がある意味変わっていくといいますか、そういったことになりますね。スタート地点ということですね。あくまでスタート地点ですね。で手首をやり、肘をやり、全身を一度、人というのはどういうふうにすると技がかかるっていうのを理解した上で、そして次の2周目ですね。2周目でさらに深めていく。人によってはかかりやすい。でうちの道場メンバーでもそうですけど、ベテランは抵抗力がどんどんついてきますので、かけにくくなってくる。で中にはもともとすごく柔らかくてかかりにくい人もいると、そういったいろんな人に対しても同じようにかけられるというふうになっていって、徐々に自由な関節がかけられるように徐々に変化していくという形です。じゃあ基本のものをちょっと紹介します。誰行きましょうか。じゃあお願いします。よくあるのがこの手首ですね。これ、で当然ここでこの部分が強いので、これをいかに崩すかですね。崩すか、そしてここを取っちゃうわけですね。取るんで、この形ですね。この形も角度というよりも何て言うんでしょうかね、基本的には縦の楕円ですね。縦の楕円というだけじゃなくて、ある種の感覚なんですけど、ここを決めることで相手の体を全身をロックするような感じです。取ってる、かけてるのはここですけど、全身が固まると。だから遊びがない、遊びがあってゆっくりこの辺でかかる。これは鎮那ではありません。どういうことかというと、ここで刺してくる場合、こういうシチュエーションがあるかどうかは別として、よくある鎮那で今かからない、かからないと、この辺でかかる、もう刺さってますね。刺さってます。あともう一つ鎮那で稽古で間違いなのは、これかかると、かかった、この場で落とした、一応落ちました、でも切られますね。安定してます。なので触れた瞬間、じゃあさせてください。触れた瞬間、この瞬間ですね。絶対に触れる。ですね。ここで今指ですね。本当に瞬間なんですね。触った瞬間にかからないと危ないですね。ですからここで探ってるとか、縦円だとこれ基本ですけど、かかったとして、一応落ちました。刺されます。足も切ります。なので、ですから触れた瞬間です。触れた瞬間。ですね。取らないといけないんですよね。で今の原理原則で、これおそらく形としては共通してますが、ここですね。
こういうふうに掴むと、これも同じですね。同じですね。で肘掴むと、しっかり使って、はい、これもかかります。かかります。で場合によっては触れずに、これで固めていくとなると思います。固めていくと、はい、誰か縄を持ってきてくださいという形ですね。ガムテープでもいいですし、はい、これだと緩いですね。相手暴れますね。というふうに変化していきますね。今肘、また肩も同じような状態です。でこれも肩、普通にもうこれかからないですね。少し小指が上を向くような感じですね。小指を上を向けるというよりも少しねじる、かかると。わかりますね。はい。じゃあカメラ向けに。でここ。で今ここ緩いですね。ちょっと前屈になる。ここで伸脚、踏みつけもいけますよね。先生、その小指が上を向くというのは、もう一回そこは誰の小指が上を向いてるんですか。向いてますね。相手のですね。向いてますね。小指が。で小指が上を向く、上を向いた状態、軽くかぶせるだけですね。決してこれで押さえてるわけじゃない。はい。押さえてるわけじゃないんですね。押さえてはいるんですが、この押さえがメインではなく、ちょっと握ってね。この小指がこれでかけますね。押さえてるわけじゃないです。はい。はい。これできますよね。はい。いきますね。はい。ただ面白いのは、例えば道場でも柔らかい子がいまして、ちょっと見てかけてみよう。さっきと同じ形であっちの手つけましょうか。かけてみてください。柔らかいんですね。かからない。当然かかりづらい。うまいです。ちょっと洋介君来てください。なるほど。今彼がかけようとしてるけどかかりづらい。かかりづらい。ちょっといい例からやりましょう。彼らも当然鍛えられてます。ちょっと掴んでください。左。はい。かかりますね。かかる。かかります。かかってる。かかります。正しいフォームでやってますから。ただ彼の場合はやっぱり特殊な柔らかさというのがあるのか。ちょっとお願いしますね。柔らかい。かかりにくいですよね。厄介なことに。先ほどと同じく正しい動きをしてるけど。動きは正しいです。ただ肩甲骨で逃がして。はい。なるほど。ちょっとした痛さはあるんですけど、なんて言うんでしょうかね。これも微調整が必要になってきます。ちょっと山城指導員のベテランも彼らはもう上手いですから、ちょっと洋介君ちょっと左で山城君が右手でかけますね。はい。これ当然かかります。見事にかかってますね。じゃあ掴む。かかります。難しいですよね。全くフォーム当たってます。間違いなく。山城指導員は20年それでやってますね。はい。これなので角度も何でも同じなんですけどね。はい。これ角度でもう触った瞬間、なんていうか彼らが考えるとロープのようなね、ふにゃふにゃしてるんで、はい。ここ落とします。なるほど。フォームは全く同じですね。フォーム同じ力は彼らより使ってないかもしれないです。フォーム同じなんですね。フォーム同じですけど微調整が違います。微調整が。ね、はい。これ関節の不思議ですよね。春樹さんもやはり全然違いますか、他の先生方と宮平先生。そうですね。他の方がやる場合はある程度肩甲骨あたりに遊びがあって自由があるんですが、先生にやられた時はもう一気に取られるというかロックされる形になります。例えばそれは掴まれた瞬間にダメだなって分かります。はい。そういうことなんですね。これって角度なのか、確実に力学的なことだと思うんですが、角度みんな角度アングル当然3倍4倍のパワーとかじゃないよね。どういう感じですか。山城指導員とかベテランの
メンバーからどういう感覚の違いが、もう正直よく分かりませんそこまでいくと角度もちゃんと取ってるように他の人にも同じようにやってるんですけど、ただどうもロックしないんですね。他の人の場合は少しどこまでロックしてるなっていうのを感じるんですけど、どうもロックしないでもうこの辺でずっと遊んでる感じがあるんですね。たまにそういうかかりにくい体質の人が。ただ宮平先生も若き日から今まで、かかりにくい人あれかかんないなってでそれで例えばかからない人に何人かあってそれから創意工夫を重ねてここまでさまざまな研究をしてきたのか、それとも最初からかからないな、じゃあこういうことかって言ってできちゃっていたのか。かからないなというか触れてみてというか、彼らベテラン、要はチンナの基本をしっかりとマスターしている彼らがかからないという、例えば若い新人の子でも見て、かからない側の関節の作りだなっていうのは分かりますんで、でそれをやって研究とかではなくて、それはそういう関節の癖というか、ようにやってるだけですので、別にかからない関節が人間の関節の構造である以上はかかりますよこれも微調整が必要なだけで、顕微鏡を見るぐらいの気持ちで微調整すると分かるんじゃないですかね。昨日、以前に、宮平先生が神経を見るみたいな、神経を見えてるというような、そういうイメージっておっしゃってましたけど、それに近いような。僕の中では、今おっしゃったチンナがかかるこのラインといいますか、角度といいますか、線が頭の中で浮かびますね。そうじゃないとやっぱりロープになるとくにゃくにゃしてかかりませんので、そのラインというか、ここが引っかかるという形で、ちょっとあれもう一回ね、彼の場合もいわゆるここで逃がしちゃうので、ちょっとここで見ると、この肩甲骨見たら分かるんですけど、くにゃくにゃ逃げますよね。確かに肩甲骨が、逃げますよね。すごい。でこれをロックしてしまうんです、一挙に。この辺りにかければ、確かにくにゃくにゃしないじゃないですか。多分使ってる力は彼らよりも弱いと思います。他の方がやると本当にロープのように動くのが、宮平先生がやるとロープじゃなくて棒みたいに力がパッと伝わってる感じがしますね。そうですね。でもそれを探すというよりはもう本当触った瞬間に分かるような感じ。そうですね。少し柔らかい人は分かりますね。ハル君はかかりにくい。あと石川指導員という女性指導員もかかりにくいですよね。手をついたりするぐらい柔らかいですから、だからその柔らかい、いわゆる相手の手首を痛めようというチンナーだと限界があるかもしれませんね。ちょっとそれとは違いますね。さっきのみんなの体感表現でいうとロックされるって言ってましたよね。つまり指というか関節をここを取ることで全身がガチッと固まるわけですよね。ですから全身を取ってる。やはりこの手首は痛くないですよね。というチンナーの面白さですね。なるほど。ということでまず手首から始めると、末端から、で肘やったりここですね。というのもあります。でもこれが手首のチンナーはスタート地点とおっしゃってましたけれども。スタート地点ですね。ただこれもどうでしょうかね。先端は難しいといえば難しい。で現行の格闘競技で行われるのは肘とか肩とかいうふうに関節をかける場合もある。だから体幹に近くなるんですけど、またそこを練習してさらにまた改めて末端を練習していくということで、理解の深さも変わってきますので、人の体って面白いですよね。フロトよりもポツンと瞬間に合わせてこの重心移動を早いんですね。なんですかね、この間を取られるっていうか。打たれてから分かるっていうか、戻ってから分かる。見ない方の確実に。確実に。完璧じゃないですか。いけますね。そしてこういう。
こう手に回り込んだりとか、ここに移りでこう下に出してこう入っていく。大体こうやってここからサイドキックに持っていく。このままここで振り抜いてください。ということですね。ということですよね。すごい本当に衝撃を受けたんですけど、体幹部分があって、肩もうすぐ肘なので、少なくともこれよりは一致させるのはやりやすいと思うんですね。やりたいことをやるまでの間のプロセスがすごく難しいし重要だと思うんですけど、石井先生が八極をこう使い出すとちょっとこれ大変な脅威ですよね。石井東吾、宮平保、武術家たちの人生が交差するクロスロード、黒帯ワールド。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。